はい、じゃあこちらがですね、FL5 用の3速、4速、5速の強化ギアセット、こちらを製作しました。これがまず、例えば3速ですけど、3速のメインシャフトのギアと、こちらは3速のカウンターシャフトのギアになります。でおそらくですね、ミッションの内部見たことない方が結構いらっしゃると思うんで、こちらノーマルの FL5 のミッション簡単に説明します。今カバーを開けている状態で、まずここはですね、メインシャフト。こちらはエンジンからの出力がこのメインシャフトに伝わり回ります。でそのギアが今度カウンターシャフトに伝わって、で次にファイナルギアに伝わってデフが回ると。でその先にドライブシャフトがあってタイヤに動力が伝わると、そういうシステムになっています。でこれがですね、去年の、富士24時間で、ミッションブローしてしまったんですけども、実際壊れたのがこの3速ギアで、なぜ今回3速4速5速だけを作ったかというと、富士スピードウェイ24時間ではほとんど3速4速5速がメインで使用されるギアなんですね。なので逆に6速と2速1速はあまり使用頻度がないので、壊れるにも、壊れる率が低いということで、3速4速5速だけに絞ってそれぞれ強化ギアを作りました。ではこちら FL5 の3速4速5速の強化ギアについて説明したいと思います。まずこちらにあるのが、純正 FL5 純正の3速4速5速のメインシャフトギア、カウンターシャフトギアですね。でこちらが今回強化品で作成した同じく3速4速5速のメインシャフトギアで、こちらがカウンターシャフトギアになります。で先ほどもお話ししましたように、去年の富士24時間でレースでギアが破損してしまったと。で、2回も破損してしまったということで、これはあくまでも FL5 の一般ユーザー、普通に走行したり普通にスポーツ走行したりした限りではまず壊れることはないんですけども、このレースの世界、特にスリックタイヤという通常のハイグリップタイヤよりもはるかにグリップの高いタイヤを使っている。それプラス、純正よりエンジンの出力が30馬力とか40馬力、トルクが5キロから6キロ上がっている状態でハードに長時間走行すると、こういう破損が生じてしまうということで、弊社でもうそれだったら強化品を作ってみようということで、早速去年の富士24時間リタイアした直後から開発を始めました。でそのプロセスというと、まずですね、こちら、純正の3速ギアのこれカットしたモデルなんですけども、これをですね、ギアを、このようにこれ小さくカットしてあるんですけども、このカットしたものの強度をまず分析にかけました。まずギアの強度で重要な部分、ギアの刃の表面の硬さ、ここが一つ重要な要素になります。でさらにギアの刃の根元の部分ですね、そこが深部というんですけども、深部の硬さ、そこを測定します。で最後にこの刃と刃のちょうど真ん中あたりっていうんですかね、要はこういったギアっていうのは焼き入れをするんですけども、その焼き入れがどのくらいの深さまで入っているか、そこも刃の強度の有効な情報となるので、そこを調べました。
じゃあどうしようと。で私どもがまずやった中でギアの強度が一番強くなる方法っていうのは、これ見ていただけると分かるんですが、こちら純正でこちら強化品、一つ一つの刃が強化品はすごく大きくなってると思うんですけども、この刃のモジュールを大きくすることで曲げの強度っていうのがはるかに高くなります。ですので、3足、4足もそうですし、5足もそうですし、全てのギアを刃数を少なくしてですね、一つ一つの刃を大きく設計してます。でこの今参戦しているスーパー耐久っていうシリーズっていうのはギア比を交換してはいけないというレギュレーションなので、メインシャフトとカウンターシャフトそれぞれ同じぐらい刃数を減らすことで純正と同じギア比を実現してます。そこがまず、レギュレーションでやらなきゃいけない部分。そのモジュールが大きくなるっていうのはまず第一番要素で、もう一つ大事なのは材質なんですね。でこのカットした時にこれを成分分析にかけまして、純正のギアがどういった成分を使って作っているかというものをまず確認して、でこのギアの難しいところが、この刃が硬ければ硬いほど強いかっていうと全くそうではなくて、実は硬さも必要なんですけども、しなり刃性っていうのもすごく大事なんですね。なので特に耐久レース、負荷がかかるレースでは刃性がないと、やはり例えばシフトミス一発しただけでもそれで刃がパリンと割れてしまう。なのでどちらかというと刃性の方を重視した成分で今回作っております。そういった形で計算、机上での計算上でやると、今回純正の曲げ強度に対して約3万倍の強度を実現することができました。で実際に、去年の富士が終わってすぐに開発始まって試作を作って、第4戦から3戦連続でこのギアをもう無交換で走行してます。ですのでスプーンの24時間耐久もそうですし、海外の25時間レースもそうですし、また一般ユーザーの方もかなりハードに使用される方はこういったギアを入れると、安心して駆動が伝えられると思うんで、ぜひ使っていただきたい製品ですね。